はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。6月の後半というか、7月8月もとても重要なタイミングになりますので、またその動画を解説した動画がありますので、そちらをこの後に公開しますね。でさらにラブメッセージね、トルトル言いながら本当お待たせしていましたが、その7月8月9月のまとめた解説動画の中でラブメッセージとしてきちんと撮っていますので、そちらも公開まで楽しみにしていただけたらと思います。よろしくお願いします。ではまず6月後半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。6月後半、ワンドナイト逆、ペンタクルスのページ、ワンドのクイーン、はい、ペンタクルスの3、ソードのキング、ペンタクルスのエース逆、そしてお月さん、はい、気をつけることで対策が運命の輪の逆とカップ4の逆、そしてオラクルはカップの7ですね。なるほど。前回のとにかく6月前半の、5月末からね6月前半の動画のカードがすごかったですよね。これまでにないぐらいドドーンってダイヤルからのすごく強いメッセージが出ていて、でさらにはオラクルが吊るし人の逆だったということで、皆さんいかがでしたでしょうか。6月の前半、やっぱり吊るし人の逆っていうのは何かの認識が間違っていませんかとか、違う目線で見たらすごい違う視界が広がるとか、見解が広がって自由になるとか、そういうことがあるんですけど、何かそういうのありましたでしょうか。私もすごくありました。同じお羊座なのでね、なんかその続きでこれを見た時にすごく納得するっていう感じがあります。ちょっとまず星の話なんですけれども、やはり6月の後半は6月15日が双子座で起こる新月になります。もうこの6月15日の新月っていうのは本当何を追求していきたいですかとか、今ねこの4月の後半、末ぐらいから始まってるこの強い勢いっていうのがどっちの方向にこのエネルギーを向けますかっていうことで、方向性に修正が入ったり、また本来進みたい道に対してすごくスピード感が増すんですね。なのでそういったことを何か決めたり、決めさせられたり、もしくは自分もそのことを調べたいと思ったり、もうちょっとそこに携わりたいと思うようなことが6月の15日ぐらいにあって、そこに何か意図していただくと非常に流れが速くなるかなと思います。別にゆっくりでもいいんです。ただ納得して進んでいけるかなと思いました。もう一つ6月の13日からすでに金星がね獅子座に入っているので、お羊座さんにとってはすごく華やかな自己表現ができるというか、自分が思ってることをそのまま言っていいんだよとか、楽しんでいいんだよとか、なんでしょうね、喜びを純粋に感じられるような流れがありますね。これは恋愛を楽しんでもいいし、なんか自分の好きなことやってわーって楽しんでもいいし、趣味でも何か創作していくことでもとにかく喜ぶということに対して応援されてるなっていうタイミングです。これは6月の13日から7月10日まで獅子座に入っているので、この間は基本的にはとても自分を堂々と見せてねみたいな時ですね。そして6月21日から太陽がね蟹座に入るということで、6月の20日ぐらいまでのこの勢いっていうのが少し収束していくというか、ゆっくりと温めていくとか落ち着いていくとか、心を満たしていくみたいな、そんな感じがあります。なぜならばおそらくですから6月の前半に起きていることを、前回のカードの流れで起きたことっていうのが本当に大きな気づきで、なんかそれによって見え方が全部変わっちゃったら、もう一回なんかどっから進もうかなみたいな感じになるかもしれないし、それに対しての応援はすごくあるんですけれども、ご自身もちょっとペースを落としてゆっくり進んでいこうみたいな感じがあるんですね。で今外側の流れすごく早いです。だからこそなんかその流れにじゃあ走っていくよっていうよりも、あえてお羊座さんはじっくりと行くっていう道がいいんだなと思いますし、そうしたいと思ってらっしゃるのかなって感じがあります。でちゃんとここでペンタクルスっていうことで、ペンタクルスっていうのはとても価値あるもの、自分にとっての真実、自分にとっての本当に生きる
証みたいなものとかすごく大事なものなんですね。でそれが見えてきてるっていう感じがあるんで、それを掴もうとしているみたいな、もしかしたらもうすでに掴んでらっしゃるかもしれないし、お仕事を通してでも別の生き方を通してでも感じてらっしゃるかもしれないんですけど、なんかこれまでと同じような感じではなく、フレッシュに新たな感覚として何か本当にそれを大事にしていきたいっていう思いがあるなって感じがします。でこれは別に思想とかそういう感じの自分が目指したいものだから大切にしたいものっていうものもあるし、お金とか本当に現実的に物質的にこれを大切にしていきたいんだ、これを育てていきたいんだみたいなものも芽生えてきてる方もいらっしゃるのかなと思います。ただ本当にそれがあるということ自体がもう素晴らしくて、それは早く咲かそうとしたからって咲くものでもなく、消そうとしても消されるものでもなくみたいな、自分の中に根付いているものだから普通に呼吸をするようにちゃんとそれを温めていく、感じていくっていうのがいいのかなと思ったんです。すごく頭は回っています。ここでやっぱりソードのキングっていうのが出てるので、正当な道で行きたいとか誰かに批判されないようにちゃんとしたいとかっていう思いあるんですけれども、大丈夫です。そんなに策をいっぱい練らなくても大丈夫です。なぜならば策を練って何とかしないと進めないというものではないからですっていう感じかな。そして今一番言われてるメッセージがやっぱりカップの7なんですね。カップの7っていうのは思い描くイマジネーションがすごく豊かで、これから先のことや、もしくは今の自分の中に湧いてきている自分の可能性っていうものをたくさん見てくださいと。正解だけを探そうとしなくていいみたいな感じがあって、今自分が興味のあること、特にこの6月15日以降のね、この双子座のシーズンというか新月あたりっていうのは、とにかく何かに興味が出たり、これに触れていきたいとか、これを見ていきたいみたいな、そういうのがあると思うので、そっちをただ楽しく膨らませていってください。それが仕事になるからとかどう役に立つかとか関係なく、自分の中でいろんな可能性があっていい、いろんな趣味があっていい、いろんな思いがあっていいっていうことをご自身に許可しておいてくださいって感じがしました。はい。ちなみに全然関係ない話なんですけど、私今村上和夫さんの遺伝子のところにめちゃくちゃハマってて、それが今一番の私のポイント、今のポイントなんですね。だから多分6月はもうそっちにどっぷり浸かるんだろうなって自分で思ってます。はい。でそんな感じなので、否定せずに自分から出てくるものを見てねっていうことと、ですね、それを何か意味づけようとしたり、さっきの戦略を立てようとしたりどうこうしようって思うと、どうしても迷ってしまうみたいな感じがあるんですね。本当に物事って正解はないみたいな感じで、いわゆるなんていうかね、ちょっとやめときます。はい。なのでそんな感じなんです。そしてだから全体的には非常に心のやっぱり持ち方とかそういうのがクローズアップされてますね。これもお月さんっていうのが出ていて、これからの可能性っていうものが自分の内側に湧いてくるにもかかわらず、本当にそれは大丈夫なんだろうかとか、本当にそれでいけるんだろうかみたいな、そういう不安になる時も人間ですからありますよねって。でもそれを解消しようとするよりもあるがままに委ねて時が流れるのを見てくださいみたいな感じかな。これは運命の輪っていうのは本当に今まさにその時がとか空中に出てくるこの運命の扉っていうのはその域に自分が入るよみたいな感じなんですけど、私から見るとまだ役1っていうのは全く焦らなくていいんだよっていうことと、タイミングを測らなくちゃって思わなくても自然とそのようにもう私たちはプログラムされているというような、すいませんね、もう村上さんの遺伝子の本ばっかり見てるからそういう解釈になっちゃうんですけど、もともとそういうふうにプログラミングされてる、自然となるんだったらそれでいいじゃないみたいな感じがしました。はい、ちょっとこれをもとにお仕事のこと見てみます。仕事、は
ワンドの7、カップの6、そしてソードの5ということで、非常に頑張ってらっしゃるなっていう感じがありますね。ここの過去のところにもね、ワンドのクイーンとか出てるので、ご自身がうまくできてるとかうまくできてないとか、そういう自己ジャッジがあったとしても、実際は非常に頑張ってらっしゃるし、こなしてらっしゃるんだなって感じがあります。そしてワンドの7のカードっていうのはもう本当になんとか頑張っているっていうことなので、これはその他者と比べてどうこうじゃないんですよね。自分の中のプレッシャーと戦っているとか、自分の中で何か超えたいものがあるとか、なんかそういう意味で自分との戦いっていう感じがあります、お仕事に関して。そして他者との関係はいいです。とてもなんか優しい気持ちで、もしくは本当にご縁のある人と関わりながら、昔から馴染みのある人とか昔から関わってる人たちとお仕事を理解されながらやっていくし、お羊座さんらしく自分らしくその思いを伝えていく、仕事に対しての思いだったり何か伝えたいということを仕事を通してやっていくっていうふうに出ています。ただソードの5っていうのも出ているので、なんだか一つはやっぱりこの6月の末っていうのは、特に6月21日以降なんですけど、少し心の中に焦点が当たるので、もう超ハッピー、もう自分大好き超ハッピーという方は嬉しくてたまらないっていう感じかもしれないんですけど、誰だってちょっと不安な部分とか見たくない部分っていうのがあるもので、そういうのに焦点を当てると、なんかどうしよう、仕事どうしようかなみたいな、そういう思いがあるかもしれません。でもどうしようかなっていうのはダメになるとかそういうことではなくって、与えられている仕事だったり今自分が担当している仕事と違うところになんか自分の意識が焦点が向いていて、なんかそっちをやりたいんだけどこっちもおざなりにはできないんだよなみたいな、そういう葛藤なのかなって感じがしました。はい。またねちょっと7月8月の方で解説していますので、後半のことはね。6月末はそんな感じで、ちょっと人間関係見てみましょうか。人間関係ね、カップの2、ストレングス、お月さんいいですね。もうなんか誰かを愛したくてたまらないとか、誰かに優しくしてあげたいとか、実際そういう人がいるのかなって思うような、本当に人に対しては、ここでもさっきもお仕事でもそういう自分にとっての優しさをとか、相手にとっていいと思うことやってあげるみたいな、そういう優しさがあって、人間関係でやっぱりカップの2にストレングスが出てるっていうのは本当に優しいなって思うし、そういう感情や愛情をシェアしたい相手がいるのかなって思います。で、別に特定の人いませんよっていう方もですね、関わる人に優しくしてあげたいとか、関わる人に本当に自分にとってのベストを尽くしたいみたいな思いがあって、とてもいい関係だと思いますよ。で実際星で見てもね、さっきの社交性とか愛情とか豊かさっていう金星が獅子座にいる間、6月のっていうのはもう13日以降は本当に楽しんでくださいっていう時なので、恐れずに自分の喜びを出してください、愛を表現してくださいっていう時、受け入れてくださいっていう時なので、楽しく過ごしてください。人との関係ね、とてもいいと思います。ただムーンっていうお月さんのカードも出ているので、非常にナイーブなんだなっていう感じはします。なんか振りほどいていくほどすごい強い利己主義で自分っていうものを出していくとかじゃなく、すごく自分のやりたいことやってるし楽しんでるんだけど、お羊座さんなりには他者のことすごく気を使ってたりとか、相手にどういう影響を与えちゃってるかなとか気にしてる部分っていうのもやっぱあるんだなと思いますけど、ただやっぱりカップの2にストレングスにお月さんが出てるっていうことは、多少そういう迷いはあっても人の気持ちっていうのははっきり見えるものじゃなく感じるものだから、自分の良さも自分が表現しているものも 100% 受け取ってもらえてるかどうかよりも、自分が心地よく出せたか、自分が心地よくそこに入れたか、自分が心地よくその人と関われたかっていうのがもう最大限の相手に対する恩恵だと思ってやってください。相手の受け取るか受け取らないかはもう相手の自由として、でも全然悪い影響を与えてないのでそこは気にしないでいいのかなと思いました。
はい、そんな感じです。ちょっと最後にもう一度オラクルカード引いてみます。もし何かしらこの内容が分かりましたという方、通じたよという方はいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。はい、ではいきます。お羊座さんの後半。はい、パーソナルガイドというカードが出てきました。皆さんもこのカードを見てね、メッセージご自身で受け取ってくださいね。なんかやっぱりこう魂のつながりというか、家族だったりもするし、家族のように必要な人なのか先祖なのか分かんないですけど、個人的に非常に応援してくれてる存在があるよっていう感じがしました。はい、ということでありがとうございます。豊かな時間をお過ごしください。失礼します。